行政官、あの壁の外にひしめいているテントは何だ。あんな場所以前はなかったはずだが。おうよ、あれは辺境から流れてきた難民たちです。ここ数週間で手に負えないほどの数が押し寄せてきまして。なぜ町の中に入れない。広場を使えば収容できるはずだろう。おうよ、そう簡単には参りません。すでに市内の人口密度は限界です。それに市民が不安がっております。難民のせいで町の治安が悪くなると。お前ももともとは難民だっただろう。もう忘れたのか。忘れなどしません。ですが我々はアニマ様の教えに従い、この国のために必死に働いております。しかし彼らはアニマ様を信仰していない者たちです。ただ寝床と食事を求めてアニマ様の恵みにたかりに来た者たちとどうして暮らせましょう。信者ではないから入れぬというか。王がお優しいことはよくわかっております。しかし彼らを町に入れれば不用意にアニマ様を軽んじる者もいるでしょう。すると市民といさかいになるのです。時には流血沙汰になることもあります。ああして分けてやることは彼らのためでもあるのです。どうかご理解を。分かった。だが今のまま彼らを野ざらしにしておくことは許さん。たとえ異教徒であろうとアニマの慈悲を求めてきた者たちを飢えた獣や賊の餌食にさせてはならん。キャンプの周囲に防壁を建てよう。炊事場と診療所もだ。それでは城の建設に差し支えますか。構わん。城など後回しでいい。よい。王の慈悲深さに難民たちもさぞかし感謝することでしょう。すぐに手配いたします。ロビ、あの壁の外の惨状を見たか。これ以上党に迷う難民を増やさないためにも、やはりこの地の平定を推し進めるしかない。力で秩序を敷くしか道はないんだ。そうね。争いの種が消えなければ悲しみも難民も決して消えることはないわ。私たちがもっと強ければプリシラさんのような悲劇もきっと起きなかった。トロス、今回のスルモーク討伐、私も行くわ。何を言っている。巫女が国を離れては民も兵たちも不安がる。戦いは俺たちに。いいや、まさかロビ、あの力を使うつもりか。今度の戦いは今までとは違う。襲ってくる敵を追い払うのとはわけが違うのよ。トロス、こちらから敵の拠点へ赴き命を奪い去る。それは逃れようのない罪よ。そんな業を子供たちに背負わせるわけにはいかないわ。千鳥ちゃんや伊勢ちゃんにもよ。それは私とあなたが地獄まで持っていくべきものなのよ。ロビ、大丈夫よ。ロゴモレグアも立派に成人したわ。兄ももうアニマ様の声を聞くことができる。あの子たちが血の匂いのしない平和な世界で暮らせるように私たちの代で全てを終わらせましょう。今までこの力を殺生に使ったことはなかったけれど。大丈夫。覚悟はもうできているわ。わかった。共に行こう。ロビ、お前の魂を一人で怪我させはしない。ちょっと出陣前にここだけは見ていきなさいよね。王様の寝室ついに完成したんだから。これはなお内装は好きにしていいと言ったが、いくらなんでもトイレを純金で作る必要があったのか。当たり前でしょうが、見栄を張るための城、権威を見せつけるための広告。その王様が使う場所がそこら辺の石ころと同じでどうすんのよ。いや、だが寝室の奥のトイレなんて人に見せるもんじゃないだろう。いいんだよ、王様なんだから。自分一人で使う場所が一番豪華なのが最高に贅沢なんじゃない。分かってないわね。掃除をする者の身にもなってやれ。ところでさ、なんだ。今回の討伐、スルモークを殺せってアニマ様が言ったのかい？いいや、
これはただの欲だ。国を大きくし安寧を維持しようとするエゴだ。どう作ろうとな。共和国にいいように利用されてるだけだと思うんだけど。分かっている。だが利用されることも含めて今の我々にはこの道しかないんだ。でも行くんだね。ああ、がっかりしたか。ちょっとね。でも気持ちはわかるよ。あんたが背負ってるものの大きさもね。は、政治のいざこざとか一番やだよ。私はトンカチ叩いてる方が何倍もマシ。でも生きて帰ってきなさいよね。あんたがいなきゃせっかく作った金のトイレが無駄になってもったいないからね。ああ、分かった。必ず戻ってここを使わせてもらおう。聞き間違いではないな。巫女様がこの最前線に来ているだと。正気か、トロス王は。万が一、あの方の身に何かあれば、公国の、いや我ら共和国の民の士気はどうなると思っているのだ。心配は無用ですよ、議員閣下。学殿、しかし、戦場は女子供の来る場所ではない。早くお下げするよう進言せよ。女子供を、巫女様を侮辱するのは、議員閣下といえど許されませんよ。しかし、まあまあ、落ち着け学。しかしな、危険なのは確かだぜ。何かあってからじゃ遅い。俺は子供の時から巫女様のそば近くにお仕えしている。だから知っているんだ。巫女様は王よりもおそらくここにいる誰よりも強い。その意味をあなた方は今から思い知ることになる。なんだと。それは一体。あれはエンチェントトロル。人狩りか？いえ。我らのことは無視して、まっすぐスリモークに向かっています。信じられん、動物たちが。ありえん、自然界の獣たちが、これほど正確に。敵だけを。これは、気絶か？それとも。我らも行くぞ、全軍前へ。もう終わってくめ。オラの出番なしだべ。動物たちが帰ってくる。まさか、巫女様がこれほどまでの力をお持ちだったとは。我らは、アニムセン一族を少しばかり甘く見ていたようだ。閣下、この上は打算などして、一点の曇りもなく中心を持ってお仕えしましょうぞ。ああ、もしアニマの逆鱗に触れれば、我ら共和国の都市も、このように殴り殺しにされるやもしれぬ。アニマツリー、あれは触れてはならぬ、恐るべき神の牙だったのだな。我らの忠義を示す手立てを、急ぎ考えましょうぞ。上辺の言葉だけではきっと足りませぬ。そうだな。あの神の牙が、決して我らに向けられぬように。チェンよ、俺はずっと思っていた。この世界に神のような存在が本当にいるのかとな。あ、俺にはあのアニマツリーの声なんてちっとも聞こえやしない。だが、今、目の前にあるこの光景を見て確信したよ。俺は今、本物の神を見ているんだな。あの方こそ、この荒野に現れた、生ける神だ。俺たちが仕えていたのは、ただの巫女じゃなかったんだな。そうかもしれねえ。神様ってのは、慈悲深いだけじゃ務まらねえもんだべ。ブリオ様、キャンプに高熱のものが、顔がどす黒く変色しています。熱のあるものを一箇所に集めてください。感染が広がらないよう、健康なものとは距離を、急いで。
なんてこと、子供たちまで。ブリオ、倉庫から薬草を持ってくるわ。伊勢、大丈夫か？大丈夫よ。ちょっとつまずいただけ。伊勢、しっかりしろ。